口癖の重要性について、斉藤ひとり先生は、成功とはどんな口癖を持っているかで決まるとおっしゃっています。とても初歩的な質問で申し訳ありませんが、なぜ成功するためには口癖が重要なのでしょうか。口癖の効果を教えていただければ幸いです。はい、こういうことです。口癖っていうのはその人が思ってることが出るということなんです。日頃何を思ってるか。だから大した口癖いらないんです。なんかあるたび大丈夫大丈夫とかね。それから頑張ろうとかさ、やる気十分ですとかさ、そういう人がこう明るくなるとか自分を鼓舞するようなものを持ってる人っていうのは口癖がそうだっていうことは日頃考えてることがそうだっていうことなの。だから簡単な逆に言えば口癖を作っちゃうと言葉に引っ張られて気持ちがそうなっちゃうこともあるんだよね。すぐ落ち込んじゃう、これダメだなっていうのが口癖の人と、大丈夫大丈夫って失敗なんか何回したって成功はすれんだからとか、そういう簡単な口癖を持ってる方が成功するよってことです。以上です。これからの時代に大切になる口癖がありますか？斉藤ひとり先生の大ファンです。楽しく成功したいので、天国言葉、今日一日人に親切にしよう、奉仕のつもりで働こう、この人にすべての良きことが雪崩のごとく起きます。私は愛と光と忍耐です。といった斉藤ひとり先生から教わった口癖を楽しく実践しています。今年以降、ますます経済が厳しくなるという予測がありますが、これからの時代を生き抜くのに特に役立つ口癖があればお教えいただけませんでしょうか。また、お金に好かれる口癖があればお教えください。こういうことですね。これから暗くなりますからね、明るい言葉なら何でもいいの、大丈夫大丈夫とかね、心配ないよとかね、みんなが暗くなるときに明るいことを言える人が指導者なんだよね。だからそれを明るいことを、暗くなるったらみんなが暗いこと言うからね、その時一緒に暗いこと言っちゃダメだよ。それだけ。あともう一つ、お金に好かれる言葉がありますかっていうけど、それはお金に好かれる口癖っていうのはね、好かれない人ってね、人生金じゃないとかね、そういうことを言うんだよね。だから人生金だとかって言ってんじゃないんだよ。大切なものってさ、友達も大切だし、友情も大切なんだよね。だけど、金の悪口を言うのだけはやめた方がいい。それを言うんだったらお金大切だよねって。それからお金を生み出してくれる仕事って大切だよねとか、そういう当たり前のことを言わないと、お金から嫌われるよっていうことです。以上です。斉藤ひとり先生へのご質問です。テーマ、人生生き方。人生の目的についてのご質問。いつも愛と光のある言葉をありがとうございます。斉藤ひとり先生のご著書はすべて拝読しています。先生の教えを実践し、人生が大きく進みました。心から感謝申し上げます。最近では私は愛と光と忍耐ですと唱えるうちに、人間関係が広がり、深くつながれるようになりました。自分の中にも人の中にも神様の分け御霊があることを感じます。おかげさまで自分や人の在り方を以前より尊重できるようになってきたと思います。自分探しの旅も拝読し、涙が出ました。ネガティブに捉えていた過去は変えられるし、楽しいことも困難なことも、すべては幸せのためにあると理解でき、心が軽くなりました。そう思って人生を振り返ると、感謝と感動で胸がいっぱいになります。自分と人に優しく、今回の人生を精一杯生きたいと思っています。そこで質問させていただきたいことがあります。人は神様の分け御霊で、楽しいことも辛いことも、すべては幸せのためにあるとしたら、一人一人その人生で生まれた意味、果たすべきこと、神様から授かった人生の目的があるような気がしてなりません。人には一人一人人生の目的があるのでしょうか。あるとしたらどうすれば知ることができ、楽しく実践できるのでしょうか。できることなら人生の目的を楽しく果たし、自分も周囲も幸せで豊かになっていく人生を歩みたいのです。
斉藤ひとり先生のようにたくさんの人を助けながら笑って生きられたら最高です。以前にご著書の中で、好きなことなら苦にならず続けられると書いてあるのを読み、その通りだと感じました。また、嫌いなことをやらなければ成功できないとあり、それもその通りだと思いました。私には夢があります。しかし、小さな夢なら持たない方がいい。神様があなたにつけてくれた目的はもっと大きいから。目の前のことに全力で取り組めば自然と次の扉が開きますよ。とご著書にあるのを読み、それもその通りだと感じるのです。どうすれば自分の魂の道、人生の目的に沿って歩むことができるのでしょうか。斉藤ひとり先生のお考えをご教示いただければ幸いです。また、斉藤ひとり先生ご自身はどのように人生の道を選んでいらっしゃるのか、よろしければお聞かせいただければ幸いです。はい、本当にいい質問です。人はね、どういう目的があって生まれるんですかっていうと、魂の成長なんです。で、人それぞれ、立場が違うし、境遇が違う。その中で、私は愛と光と忍耐です。これを言い続けながら、そのように生きることが目的なんです。それで、例えばこのテープも成功するための口癖とかっていう、タイトルらしいんだけど、この星というのは、思って行動しないと何もできない星なんです。だから、行動ということを行動したくなるような口癖じゃなきゃいけないんです。それを前提にしてこれからずっと話してきますから聞いててください。で、今の答えは、あなたの魂の目的は愛と光と忍耐で生きることなんです。で、それが答えなんです。で、もう一回この質問をもう一回自分で読んでみて、私の言ってることがよくわかると思うから、そのように耳で聞いてください。はい、どうぞ。この星は行動の星という言葉について、斉藤ひとり先生は、この星は行動の星、行動しなければ何も変わらないとおっしゃっています。なぜ地球はそのような星になっているのでしょうか。そして行動する際にはまず何から一歩を踏み出せばいいのでしょうか。また行動していく際の注意点はありますでしょうか。お教えいただければ幸いです。はい、こういうことです。この星は肉体の中に魂が閉じ込められてるんです。死ぬね、1週間ぐらい前から魂はそのことを知ってるから、いろんな会いたい人に会いに行ったりなんかするのね。で、魂って抜けちゃうと一瞬にして北海道の友達のとこ行っちゃったりとかできるんだよね。で、それは糸まごいって言うんだけどね、男の人の場合はトイレから入ってくるから、トイレがガタガタって言ったりね、女性は台所から入ってくるからガタガタガタっと音がしたりとか、ああきっとあの時会いに来たんだねなんて話は昔からよく言うんだけど、で、魂が抜けちゃえばそうなんだけど、例えば北海道行こうっつっても、例えば新小岩だとしたら駅まで行く、駅から東京駅まで行くとかね、新幹線で行くのか、それとも飛行場まで行って羽田から飛行機乗るのか、要するに思ったら北海道へ行けるんじゃないの。要するにちゃんと自分が行動しないといけない星なの。それで何のために魂はそうなってんですかっていうと、本当に思ったことじゃなくて、思ったことが正しいかどうかを行動してみて分かる星なの。だからここは本当に魂の修行道場なんだよね。だからみんなで地球って星大切にした方がいいね。はい、以上です。すぐ行動するコツについて、自分は行動に取り掛かるのが遅い方です。何でもスピーディーに行動するためのコツはありますでしょうか。また、ゆっくり行動した方がいい場合はあるのでしょうか。
ゆっくり行動した方がいい場合があるんでしょうかっていうと、それはないです。あるように思うんだけど、よく映画なんかで落ち着いてじっと構えててどうのこうのって言うけど、それはないんですよね。なんでかっていうと、行動する時のコツね。ただ、うんと早い人と比べちゃダメだよ。今までの自分よりいくらかでも良くなるって、魂の成長っていうのは自分を対象だからね。なんていくら自分がなんていうの体柔らかくなったって言ったって、サーカス行くとすごいのがいるからね、ああいうのと比べちゃダメなんだよ。何言いたいんですかって言った時、口癖としては、遅いだけで失格。遅いだけで失格っていつも言ってると、だんだん早くなる。それで、じっくり考えたってわからないんです。世の中のことっていうのは。だからそれだとしたら、早く考えてやっちゃうと、失敗したらやめればいいの。次に移ればいいの。ともかく、ゆっくり考える人間ってのはなかなかやらないの。で、なかなかやらない人ってやり始めるところ間違っててもやめないの。すべてが遅いの。だからやってみれば正しいかどうかがわかるから、正しいか間違ってたらすぐ、行動の早い人ってのは、あ、これ間違えたってすぐ次ってやるの。だから、間違いがないぐらいの速さに見えちゃうの。ね、遅い人っていうのはものすごくいちいち散々、要するに、行動って最後には考えても行わない限り分かんないの。で、やってみて今度間違っててもまた考えるの。遅い人は全てに遅いの。そのうちみんなに置いてかれちゃって辛い思いするだけだよって。映画やなんかではね、じっくり考えて成功した話とかよく出てくる。映画になるぐらいだからめったないんだよ。覚えてきなよ。現実にないから映画になってんだからね。はい、以上です。ひらめきを受け取って生かす方法について教えてください。斉藤ひとり先生は神様からのひらめきや直感をいろいろな時に受け取っていらっしゃるとのことです。知りたいことがあると光の玉が現れて教えてくれるともおっしゃっています。人生の道の選択、銀座マルカンさんのサプリメントや商いのアイデアなどもひらめきで受け取っていらっしゃることと思います。私たちが自分と周囲の幸せや豊かさのためにひらめきや直感を受け取る力を高めるためにはどうすればよいでしょうか。また直感を仕事や人間関係など人生に生かす時のコツや注意点があれば教えていただけますと幸いです。これはね、私はどういうことをしてこういう直感を得たっていうのはなくて、生まれつきそうなんです。だから他の人がどうやったら直感を得られるかっていうのは実はわからないんです。で、答えになってないかもわかんないけど、自分のことはわかるけど実は人のことはわからないんです。で、皆さんには皆さんのきっと直感があるんだと思うのね。で、それを社会に生かすっていう時は、この直感をやったら自分のためにもなるし、人のためにもなるし、社会の役にも立つし、神様の役にも立つんだっていうことが、四方よしという、全員にとっていいものだとしたら、やってみてまず正解。自分だけに得だとか、相手にだけ得だとかっていう、一方よし的なことは、やらない方がいいね。以上です。テーマ、仕事。今の仕事を辞めて夢を追いかけるべき？斉藤ひとりさんのファンの50代の男性です。30年以上問題もなく勤めてきましたが、長引く不況でボーナスが10分の1にまで減ってしまいました。勤めている業界はいわゆる社用産業で、そのうちリストラになるかもしれません。私には若い頃からの夢があります。会社がまだあるうちに退職してその夢を実現すべきかどうか判断しかねています。もともと優柔不断なたちなので、これまでの人生は流れ流れて生きてきました。最後ぐらいは自分の意思に基づいてと思う反面、いまいち踏み切れません。私はどのように行動するとベターなのでしょうか。ぜひお知恵を賜りたいと思います。50代会社員。起業するってね、ものすごい大変なんですよ。で、あなたができるかできないかって判断する人って誰もいないと思うんだよね。それで、始めるっていうことはスタートラインにつくっていうことで、その後、もう昨日言ったことは今日改良する。
明日また努力する。努力して得たものをまた改良するというような、ものすごいこの大変なことを聞いててワクワクするような人は起業家向きだよね。そんなに大変なんですかって尻込みするようだったらやめた方がいい。ともかく勤めているのの10倍大変で最初は収入が10分の1になるぐらいの覚悟がないと、やらない方がいい。で、それを聞いただけでワクワク、血湧き肉を踊るんだとしたら起業家向きだけど、そんなに大変ですかって尻込みするようなら、これはやめた方がいい。そういうことです。職場が嫌ですが、病気で転職できません。気持ちを楽にするには。職場のエコひいきが嫌で、転職先を半年前から探していますが、病気、乳がんと判明し、仕事を続けながら治療しています。働くのは好きですが、ストレスがすごくて、本来の事務室ではないところで、なんとか仕事をこなしています。転職したくてもできる状況ではなく、働かないと治療費も稼げないのですが、どうすれば気持ちが楽になるでしょうか。40歳会社員。はい、それに対する答えなんですけど、魂の成長の中で一番この地球でしかできないこと、それが人間関係と経済関係なのね。だから、まず人間関係、働いてるからあなた食べていけると思うんだよね。で、次、他行っても働くから食べるには困らないけど、人間関係がああやだこうやだっていうのは、本当の理由はあなたが舐められてるんです。だから舐められてると、どこ行っても舐められてる人は舐められるの。だからどこ行っても楽しくないよ。だから頭の中に、えばっちゃいけない、舐められちゃいけない。舐められてる人は、舐められちゃいけないというのが脳に入ってないの。だから、1日100回ぐらい、えばっちゃいけない、舐められちゃいけないって言ってると、そういう時にどういう態度を取ったら舐められないかって、スワッと脳は、やってくれるからね。だからあなたは、この問題を解決するためにその職場にいるんだから、その職場で舐められないようになってから、よそ行った方がいい。それで、舐められなくなればその職場にいても楽しい。ということですよ。はい、以上です。仕事が毎日辛いのですが、楽しく働く方法を教えてください。介護士をしています。なぜ私はこんな辛い思いをして収入面でも満足できずこの仕事をしているのか。もっと楽しく毎日笑って収入面でも満足できる仕事をすることはできないのだろうかといつも悩んでいます。打開策をお教えください。48歳介護士。こういうことですね。介護士の方で48歳の方で、お給料が安くて、仕事が面白くなくて悩んでるってことだよね。その時に自分の中でイメージした時にごめんなさい。自分の中でイメージしてね、48からバリバリしたいい仕事をついて収入も上がっちゃうような人ってどんな口癖を持ってんだろう。どんな態度で生きてるんだろう。それと、仕事の心得なんだけど、プロとしての心得ね。あなたが営業だとするじゃない。まあ、ティッシュ配りでもいいよね。で、10人に配ると9人が受け取ってくんないとするじゃない。わかるかい？ 10 人配って10人受け取ってくれるんだとしたらその仕事がないんだよ。中につっけんどに追い返すやつがいたり、嫌なやつがいるからお給料がもらえるんだよ。わかる？だから、受け取ってくれる人よりも断られる、要するに断る人が多いことがあなたの仕事を成り立たしてんだよ。だセールスでも何でも、何十人にも断られるって言うけど、断られるからセールスというのが成り立ってんだよ。誰も断んないで買ってくれたら、セールスというものが成り立たないんだよ。だから嫌になっちゃうなって、その嫌な部分がお給料なんだよ。セットみたいなもんなんだよ。で、嫌な部分が多いものほどお給料が高いんだよ。だからこれからもっとお給料を上げたいと収入面でもったらもっと嫌なことに果敢に挑戦するとかってしないと無理だよっていうことね。だから何やるんでも覚悟だから、この嫌になっちゃう、この嫌な部分がお給料なんだっていうふうに思うのがプロの生き方だよっていうことです。以上です。
人を育てるコツを教えてください。自営業をしていますが、なかなか人をうまく育てられません。専門職のため一から仕事を教えています。飴と鞭のバランスは飴に偏りがちです。人を育て自分を含めみんなが楽しく仕事をしていくためにはどうしたらいいでしょうか。50歳自営業。自営業ってことはあんた社長だよね。で、下の人使ってんだよね。で、飴をこうあげるって優しいのはいいんだよ。優しいことはいいんだけど、あんた社員から舐められてんだよ。で、そのこと気づきな。でね、指導者は舐められたら仕事にならないんだよ。いや、優しくてもいいの。だから、えばるやつも嫌い。だけど、舐められてるやつもダメ。わかった？威張っちゃいけない、舐められちゃいけない。これをずっとやってから、そうすると自然にできるようになるから、これは、上に立つ人のね、仕事なんだよ。わかったかい？以上です。転職ばかりで一つの仕事が長続きしません。高校を卒業して就職しましたが、一つのところで長く働いても1年半で退職してしまいます。人と接することが好きで、今まで接客業が多いです。勉強も好きで社会人になって簿記の勉強をしたり、パソコンを習ったり、今は9月末で解雇になったので失業保険をもらいながら医療事務の学校に行こうと思っています。私は自分にぴったりの仕事を続けたいのですが、どうすればいいのでしょうか。33歳会社員。勉強の仕方が悪いんだよ。簡単に言うと、あなた勉強が好きだっつって今度介護士行くって1年、最高で1年半ということは短いのは3ヶ月とかじゃない。勉強するんだったら一箇所にどうしたら長く入れるかを学ぶとか、人間関係学ぶとか、要するになぜ辞めてしまうのかを研究するんだよ。で、関係ないことを学んでる暇があったら、今困ってることを学びな。学びっていうのはそういうものなんだよ。わかったかい？今困ってることをしっかり学ぶんだよ。それが神様がこれをやりなさいって合図だからね。以上です。お客様の心をつかむ方法を教えてください。配達と営業の仕事を10月からしています。私が配達担当になった途端、続々と利用をやめるお客様が増えました。お客様が減り、商品が減りで会社に迷惑をかけています。毎日落ち込んでしまいます。どうやったらお客様をつかむことができ、一つでも多くの商品が販売できるでしょうか。38歳営業。これはね、笑顔と愛嬌。ともかく自分の顔見てみな。あなた素晴らしい文面書くんだから、心は綺麗な人なんだと思うんだよ。顔が伴ってねえんだよ。相手ってのはともかく愛嬌なんだよ。で、愛嬌があると男も愛嬌、女も愛嬌だよ。特に営業は愛嬌なのだから、見たらまたこの顔に会いたくなっちゃうような顔しなきゃダメな。顔に筋肉ついてんだから自分で練習しな。ね。人の顔を動かせって言ってんじゃないんだから、ね。プロとしての顔になんなきゃダメだよ。はい、以上です。両親に自分の夢を認めてもらいたいのですが、小学生の頃から勉強が苦手で嫌いです。はっきり言って出来が悪いです。方程式も物理も社会では何の役にも立たないと思っています。だから一日も早く働きたいし、手先の器用さを生かして職人になりたいというのが夢です。でも両親は一人息子の僕にいい大学に入っていい会社に就職してほしいと願っているようです。今の世の中、大学を出ても就職できるとは限らないのに。両親に進学を諦めてもらい、自分のやりたいことを認めてもらうにはどうすればいいでしょうか。17歳高校生。決意だよ。私はね、職人になりたいんだとかっていう決意を持って親に向かうの。で、親の方も出来が悪すぎる。だいたい出来の悪い子に一流の大学に入って入れるわけないじゃん。そんなんだったら、お母さんミスユニバース出てごらんって。ね、スタイル悪いやつがね、ミスユニバースに受かるわけねえんだよ。それと同じことで、しっかりしろよ。人生一回なんだぞ。自分の人生、親がじゃないよ。しっかりしなきゃダメだぞ。わかったかい？テーマ、お金。金運と仕事運を上げる方法を教えてください。娘2人を育てているシングルマザーです。子供たちにもっと好きなことをやらせてあげられる経済力が欲しいです。目標を立てて前向きに進んでいますが、やってる複数の仕事がどれも中途半端で極められません。どうすれば金運と仕事運が上がるでしょうか。42歳会社員。
これもそうなんだけどね、ともかく行動の星だからね、キャリアウーマンで43歳で子供たちをバリバリ食わしてって言ったら、どういう人を自分が想像するか、どういう顔してるか、どういう服装をしてるか、ね、日頃の口癖言うこと、ね、あなたのやってることがバリバリやってるように見えるのか、金を稼ぐ人っていうのは、稼ぐようなもう、滲み出る波動が違うんだよ。ね、それをまず自分で研究してごらん。これだったらいけそうだっていうのを研究してやらないと、この星は行動の星だからね、まずスタートすることだよ。わかったかい？顔立ちでも、もうできることからやるんだよ。笑顔の研究でもいいしね、言うことの研究でもいいから、ともかくやってごらん。行動しないと何もできない星だよ。はい、以上です。やりくり上手になるにはどうすればいいでしょうか。やりくりしているつもりでも、主人の給料だけでは足らずに、すでに20万以上のキャッシングをしています。どうしたらやりくりがうまくなるのでしょうか。42歳主婦。私はこれは答えられないの。なんでかというと、やりくりとかしたことないの。ただひたすら稼ぐことしか考えてないの。だからともかくもっとお金稼げるとか働きに行くとか、もうみんなで収入を増やすしかないよ。やりくり下手はね、下手なんだよ。下手だから稼ぐこと考えな。以上です。友人に貸したお金を返してもらうべきでしょうか。友人に貸したお金が返ってきません。友人なのであげたと思っておりますが、今は普通に会っても借りたお金のことは何も言いません。けれどもこのままにしていて良いのかどうか悩んでいます。50歳会社員。このことなんだけどね、私もいろんな知り合いにお金貸したけど、ほとんど返ってきません。だから帰ってきたら万歳するか、もう本当に宝くじ当たったぐらいに思ってた方がいいです。で、これからそのつもりでお金は貸した方がいいですよ。はい、以上です。義父母にお金を貸すのと自分の浪費をやめたいのですが、義父母がちょくちょく万単位でお金を貸してと言ってきます。主人は年金生活をしているので返さなくてもいいと言って全然戻ってきません。我が家も裕福でもないのでうんざりです。他人に使われるくらいなら私もと思ってついつい買い物をしてしまい、ローンだらけです。もうやめたいです。どうしたらいいでしょうか。47歳会社員。やめたいんだったらやめたら。で、相談してるぐらいだから大した決意じゃないな。もっとしっかりしないとダメだよ。これから老後になってきてお金かかるのにローン地獄でやってくるわけないんだよ。みんなでしっかりしな。旦那さんもな、奥さんもおばあちゃんも共倒れになっちゃうよ。気をつけなよ。はい、以上です。幸せなのですが、収入を増やすにはどうすればいいでしょうか。主人がここ6年の間転職を繰り返し、今年やっと落ち着きました。その間ボーナスもなく出費ばかりで貯金もないです。子供が来春中学生になり、いろいろ物入り出し、将来も心配です。私もパートで頑張ってますが、体調を悪くしバリバリ働けません。主人は優しく子育てにも協力的ですので幸せな生活をさせてもらってますが、節約しても厳しいです。懐の温かさって大事だと日々感じています。どうしたらお金がもっと回ってくるでしょうか。37歳会社員。豊かになりたいなら働くしかないんです。で、働くっていうこと自体が、例えばパートに行っててもうんと働いてパートの主任になるぐらい働くとか、どっか正社員になるともっと上もっと上って目指して頑張るんです。それで、病気だからいろいろ言ったりなんかするんだけど、気合で病気とかなっちゃダメなの。病気ってお金かかってしょうがないんだから、これ自分でドツボに追い込んでるよ。この質問自体ね、謎が解けないように作ってあるみたい質問が多いんだけど、これ自分で追い込んでる。こんなことしてちゃダメだよ。お金っていうのは働くしか絶対手に入らないんだよ。泥棒とか盗人とか、そういうことできないんだよ。働くしかないんだよ。で、健康っていうのはもう毎日胸張って歩くとかね、なんていうの、体にいい食事を気をつけて取るとか、体っていうのは、自然に病気になるわけじゃないんだよ。病気ってのはね、長年の積み重ねでなるんだよ。ね、志願者意識を持ってちゃダメだよ。果敢に戦わなきゃダメなんだよ。この星は行動の星だからね。わかったかい？もう、質問がこれ負け犬なんだよ。
この質問をしてるようで、これで経済なんか良くならないよ。これからもっと厳しい世の中来るんだよ。みんなでね、勇敢に立ち向かわなかったら、この国もダメになっちゃう。家庭もダメになっちゃうんだよ。以上です。退職金が減り、老後が不安です。60代の主婦です。夫婦ともに斉藤ひとりさんの著書のファンです。夫は30年以上真面目に勤め上げ、間もなく定年を迎えます。老後は2人でのんびりと過ごしたいと地方の山村についの住処も用意しました。コツコツと蓄えた貯金と夫の退職金で生活設計を立てていましたが、この不況で夫の退職金は本来もらえるはずだった額の5分の1程度になりそうです。長い間コツコツ努力してきたのに裏切られた思いです。嘆いてばかりもいられないので今後のことを考えたいと思いますが、どのように気を持てばよろしいかご教示ください。60代主婦。簡単に言うとね、これから厳しい世の中来るから、今までのね設計を変えた方がいい。5分の1でもやれる状態にしなきゃいけないけど、多分あなたの旦那さんが辞める頃には10分の1になる可能性がある。それでも人は生きていかなきゃなんないから、それなりのそこから設計をやり直しな。死んじゃうわけにいかないんだから、ね、その中で生きていくの。俺たちの母親もね、戦争が始まったりとか、もうアクシデントなんか山ほどあるの。それでも人は生き抜かなきゃいけないんだよ。分かったかい？計画が甘かったと思いな。これからもうちょっと厳しい計画を立てた方がいい。以上です。テーマ、人間関係。別れた家族との関係で悩んでいます。元妻が数年前からアルコール依存になり、顔を合わせれば夫婦喧嘩という状態で子供たちも巻き込んでしまい、苦しんだ末に今年離婚しました。元妻に感謝しているし愛していたのですが、向こうは私の性格が嫌だったとのこと。元妻のアルコール依存の状態は離婚してから少し良くなり、仕事も始めました。私も風邪一つひかなくなり、新しい彼女と出会い支えてもらっています。しかし子供たちと離れているのが辛いのです。一番下の子はまだ5歳ですし、皆寂しがっています。これまでの人生で一番幸せな思い出は元妻と子供たちからもらいました。家族の元に戻った方がいいのか、新しい彼女と歩んでいくのか、皆の調和を目指せばいいのか、誠に身勝手ですが悩んでいます。これも魂の学びだとしたらどうすればいいかヒントをいただけませんでしょうか。40歳男性。今の質問を聞いてるとこういうことだよね。アルコール依存症があなたと別れて少し良くなったってのは、あんたのこと嫌いなんだよ。あんたといるのが嫌なんだよ。だから離れたから元気になってきたんだよ。ね、それで今新しい彼女いるんなら大事にしな。下手してと今の人にも捨てられるぞ。ね、しっかりしなよ。しっかり生きなきゃダメだよ。はい、以上です。浮気した夫と元の関係に戻りたい。結婚を機に仕事を辞め、4年前家庭に入りました。このほど第一子の出産のため実家に帰っている間に夫が浮気をしていることが分かりました。夫に問いただすと、誰のおかげで飯が食えるんだと逆ギレされました。私としては子供も小さいし、離婚はせずに今後もうまくやっていきたいと思っています。夫に夫婦関係の維持に協力する気があるのかどうか話し合いたいのですが、うるさい、その話ならしないの一点張りです。どのようにすれば元のような関係に戻れるでしょうか。お教えください。32歳主婦。元の状態には絶対無理です。新しい生き方考えた方がいいです。元のようにはならないです。以上です。自分が思っていることを言いたいのですが言えません。以前あなたは面白いと思って言ったんでしょうが、私は傷ついたと言われたことがあり、それ以来思っていることも言えず、人の話を聞いて笑っているしかできなくなってしまいました。これからは仕事に対する意見も言いたいし、昼休みを仲間と楽しく話しながら過ごせたらと思うのですが、どうしたらいいでしょうか。39歳会社員。人間ってのはね、ちょっと口滑らしちゃうこともあるんだよね。で、傷つけちゃったことはそれは悪かったんだよなって。だけどそんなことを言われたぐらいで口聞けないとか、大体舐められてんだよ、あんたが。ね、そんなことじゃしっかりしないよ。人間だから間違えることもあるよって。そうやって言えばいいだけだもん。ね。
完璧じゃないんだから、言ってるあんただって完璧じゃないよって。わかった？ね、で、いちいち落ち込んでると不幸な人間が増えてしょうがないんだよ。で、何かにつけて落ち込まない。わかった？なんかあったら這いずり上がってくるの。わかった？転んでもいいから起きるんだよ。転んだ上でいつまで寝てたら通行妨害だからね。わかったかい？立ち上がってください。以上です。自己中心的な友人を見て不公平に感じます。不妊治療中です。最近41歳バツイチ知人が交際3ヶ月の出来婚をしました。彼女は昔から計算高く他人の気持ちを考えない自己中な人で、私自身何度も嫌な思いをしました。交際を始めた彼がまだ結婚する気がないと分かると、計画的に妊娠して結婚に至りました。なぜこのような人が自分の思い通りになっていくのか。彼女を見ていると他人に嫌な思いをさせても平気な人が幸せになっているようで、世の中不公平だなと思います。因果応報って本当なのでしょうか。41歳主婦。お答えしますけど、その人の問題よりなんであんたその人と付き合ってんの？なんで性格が悪いと分かってる人と付き合ってんの？なんで何回も嫌な思いされた人と付き合ってんの？そういうのを因果って言うんだよ。世の中見渡してみない人間だらけなんだよ。で、なんでその人を選ぶの？あんた同じ波動なんじゃないの？波動変えな。分かったかい？付き合ってる人変えな。人間はいい友達と付き合うか、それともなかったら誰とも付き合わない方がマシなの。変なもんと付き合っちゃダメだ。彼氏でも何でもね、変な男ならいない方がマシだからね。友達もそうだよ。変な友達ならいない方がマシ。しっかり腹くくってね、人生生きるんだよ。以上です。人見知りですが、人の輪に入るにはどうしたらいいでしょうか。いつも人間関係で悩んでいます。すごく人見知りするので、みんなの輪の中に入っていけず、お昼休みは一人でご飯を食べることが多いです。挨拶しても無視されたり、陰口を言われたりして、会社に行くのが嫌になって仕事を辞めてしまいます。会社を変わっても人間関係も同じで楽しくありません。楽しく仕事できる人間関係にしていきたいです。どうかお知恵をください。40歳無職。これね、何度も言ってるんだけどね、あんた舐められてんだよ。で、舐められる人のね、意地悪されたり舐められる人の特徴って、おどおどビクビク、おどおどビクビクしてんだよ。で、それやめろって言ってんじゃないの。おどおどしてないふりするの。演技でいいから、ね、ドカッと構えてニコッとしてるとかっていう、それからやってみな。いいか、えばっちゃいけない、舐められちゃいけない、これ1日100回ぐらい言って、堂々としてる訓練するの。それだけで人生変わるから、問題を他にずらしちゃダメだよ。いいか、あなたのおどおどビクビク波動やめな。それみっともねえから。誰も幸せになんないから、その波動を出しちゃダメだよ。わかったかよ。羊でもなんでもおどおどビクビク一番弱そうなのから食われるんだからね。人間だけが波動を変えられるんだから、せっかくひとりさんとの勉強してるんだから、舐められちゃダメだよ。舐められる、意地悪する方やもういけないけどね、やられるや、どこの会社行ってもやられますってのは、あんたが出してる波動なんだよ。おどおどビクビクはダメなんだよ。可愛らしさを装ってんのかなんだかわかんないけど、ね、15、16の小娘じゃねえんだから、そんなことやってたら不幸になるだけだからしっかり生きる。わかった？舐められちゃダメなんだよ。わかったかい？はい、以上です。嫌いで攻撃的な人に感謝できないのですが、私のことを嫌いで、些細なことでも突っかかってくる攻撃的な人間に感謝できません。そういう人との会話も、給料の一部だからと仕事としては割り切りますが、その人の存在を感謝することができません。どうすればよいでしょうか。33歳会社員。はい、お答えします。これもね、簡単に言うと舐められてんだよね。で、舐められてる人の特徴っていうのはね、いつもおど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 ビク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 してんのね。これをやめてね、えばっちゃいけない、舐められちゃいけない。これ一日何回か言ってると自然に対処ができるようになるからね。まずはやってみてください。娘の不登校で悩んでいます。娘が1年前から中学に行かなくなりました。とても明るくて元気な娘だったので、ただただどうしたら学校に行ってくれるか途方に暮れています。
良い助言をいただければありがたいです。50歳女性。はい、お答えします。いろんな本読んでてくれてよく知ってると思うんだけど、私自体が学校嫌いで行ってないんだよ。で、その俺にどうしたら学校行かせられますかって質問っておかしいと思わなきゃダメだよ。学校かなんか行って成功した人で、学校大好きな人に相談しな。どうしても娘が高校行きたがって、私は行かしたくないんですけど、ひとりさんどうしたらいいでしょうって言うんだったらわかるよ、俺。ね、わかるかい？だから俺は学校嫌いだから、娘の気持ちはよくわかるけど、お母さんに生かしたいお母さんの気持ちは俺には全然わからないの。だから相談するってのはね、誰にでもすりゃいいんじゃないんだよ。相談って相談する。これはこの人、これはこの人って判断しなきゃダメだよ。それできないと人生狂っちゃうからな。はい、以上です。威張っちゃいけない、舐められちゃいけないという言葉について。威張っちゃいけない、舐められちゃいけないという言葉にハッとしました。なぜこの言葉は重要なのでしょうか。また、どんな時に特に大事な言葉ですか？誰との間で大事ですか？この言葉はね、全員です。よく夫婦だと仲良くして空気みたい存在になってとかっていう人いるのね。で、空気みたい存在でいいんだったら結婚しないで空気抱いてねってな。奥さんだって旦那に舐められてバカにされてたらダメなんだよ。だけど旦那だって奥さんにバカにされてたらダメなんだよ。で、舐められないって、いつ舐められないようにするんですかって、いつもだよ。舐められない人って舐められないんだよ。だからって仲良くなったからってバカにされてんのと違うんだよ。親しくなるのとバカにされるのは違うんだよ。そのことよく、勘違いしちゃダメだよ。夫婦でいくら仲良くて50年連れ添ってたって、奥さんのことバカにしてるとか、旦那のことバカにしてて、楽しい夫婦生活とかできないんだよ。しっかりそのこと考えないとダメだよ。以上です。自分が威張らなくなる、舐められなくなる方法について。威張っちゃいけない、舐められちゃいけないという言葉についてご質問です。気がつかないうちに威張ってしまうことがあると思うのですが、威張らなくなるコツはありますでしょうか？また、舐められちゃいけないということについては、どうすれば誰からも舐められなくなるのかがよくわかりません。舐められない自分になるための心の持ち方や言葉、行動のヒントをお教えいただければ幸いです。はい、まずね、最初の質問ね、えばっちゃいけないって、えばっちゃいけない、舐められちゃいけない、えばっちゃいけない、舐められちゃいけないっていうのを頭に入れとくとね、えばっちゃう人ってね、えばっちゃいけないっていうのが入ってないの。すぐ舐められちゃうっていう人は脳に舐められちゃいけないが入ってないの。例えば羊屋なんかっていうのは、角で毎日戦ってんのに、虎とかライオンとかを食うと、戦うっていうのが頭に入ってないから、ただ食われるだけのおとなしくしてて。で、人間は羊じゃないんだよっていうの。わかるかな？で、どうしたらえばらなくなりますかって言って、えばっちゃいけない、舐められちゃいけないって入れてると、えばっちゃいけないんだ。ゆっくり話せばいいんだ。わかるように話せばいいんだって気持ちになるの。ところがやってみるとそれができないの。で、ついまた癖でえばっちゃうこともあるの。ただその時、やっちゃったよ俺。えばっちゃったよとかって嫌な気分がするの。OK ですか？嫌な気分がするということは、そこで反省なの。それでそこで、じゃあ次からはこのバカ野郎っていうとこを、アホだなとか、お前ダメだよとか、だんだんそれが進歩するんで、ピラミッドだって下の1階から築き上げてんだよね。わかるかい？東京駅行くって新小岩から東京駅行くとするじゃない。と乗っかったら東京駅じゃないからってすぐがっかりするけど、白井亀戸錦糸町ってなってんだよね。わかるかい？一つずつ行くんだよね。それを、なんで東京駅じゃないんだろうって言って、いちいち電車から降りてベンチへ座って悩むのやめな。時間の無駄だから。ね。そういうふうに失敗しながら行くんだよ。だけど、それまでは、怒鳴ってても反省すらしてなかったんだよな。それがなんで俺はね、毎日ね、えばっちゃいけないって言ってんのにやっちゃうんだろうって反省するだけマシ。ね。1年生、2年生って上がってくんだよっていうこと。それから、舐められちゃいけないっていうのは、舐められちゃいけないっていうことをいつも言ってるの。
言ってれば脳はちゃんとそういうふうに反応するようになってるから、ただいきなりはできないの。少しずつなの。えばっちゃいけない人間がえばらなくなるのに時間がかかるように、わかるかいね、1回、2回、3回、4回ってね、ピラミッドは積み上げてったの。それと同じようにあなたも積み上げていきなさい。わかったかい？以上です。身近な人間との間で威張っちゃいけない、舐められちゃいけないを実践するコツ。夫婦や親子、職場の上司、部下など、相手が身近であるほどお互いに遠慮がなくなるし、同時に感情も大きく動きがちだと思います。実際自分が怒った時、相手に強く言いすぎて後から後悔したことがありました。また、無神経な言葉を使ってしまったこともあると思います。反対に相手を怒らせたり、悲しませたり、傷つけたりするのが嫌で、本当は言うべき言葉を飲み込んでしまったこともある気がします。相手が身近なほど威張らない、舐められないは難しくなる気がするのですが、どうすればよいでしょうか。ヒントをいただければ幸いです。えばっちゃいけない、舐められちゃいけないっていうのは難しいと思います。最高に難しいんだよ。簡単に言うとね、最高に難しいことだから挑戦する価値があるの。簡単なことに挑戦したって何のご利益もなければご褒美もないよ。ね、難しいから挑戦するの。それと、周りの人にね、ついつい言っちゃうとかって言うけど、周りの人だから大切にするの。わかる？だから周りの人に怒っちゃいけないんじゃなくて、よく、人を傷つけるようなことを言っちゃ、あなたの言葉で傷ついたって言われたもんだから、私はそれからね、言いたいことも言えなくなって、口聞けなくなったっていう人がいるの。黙ってなよ、ずっと黙ってなって。一生黙ってられないんだよ。その時、上手に言おうとするんだよ。注意されたから口が聞けなくなりました。口聞かないでずっといてみな。そんなことやれっこないんだよ。ね、そしたらお利口になって、口を傷つけないように相手に意思を伝えるのはどうしようってお利口になるの。ね。今まで怒っちゃうとこだ。このバカ野郎って言うと、君ちょっとおいで。いい話があるからな。これはこういう風にした方が絶対得だぞって。で、これやってごらんって。そうやって言えばいいんだよね。怒らなくたって教えりゃいいんだよな。ね。だからいいことはどんどんやっていけばいいんだよな。で、身近だとそれができませんって。嘘をつくなよって。じゃあ赤の他人どうなってるかって。ね。わかるかい？身近だから気を使うんだよ、お互いに。だから円滑に行くんだよ。わかったかい？ね。だから身近の人ほど怒鳴らないで喋れれば一番いいの。ね。それから身近だからこそお互いバカにしたりバカにし合っちゃいけない。尊重し合って生きていかなかったら人間としての世界が成り立たないよって。はい、以上です。威張っちゃいけない、舐められちゃいけないと、魂に成長について。威張っちゃいけない、舐められちゃいけないということと、愛と光と忍耐で生きること、魂の成長の関連についてよろしければお教えいただければ幸いです。はい、お答えします。これの答えなんだけどね、だいぶ前にね、お姉さんのとこ行った時にいた男性がね、ひとりさんに一言お教えを、私に一言ね、自分に対する教えをくださいって言った人いるの。その人に言ったの。一言じゃ足んない。なんでかっていうと、俺のお弟子さんだって弟子になってそばにいてても20年も30年も未だに勉強してんだよね。で、魂の成長って一歩一歩でいろんなことなの。一言言って解決するような簡単な世の中に仕組みがないんだよ。ね、だからことわざだっていろいろあるし、自分を励ます言葉だっていろいろあるし、口癖だっていいのがいっぱいあるんだよね。どの場所で何を使うかっていうことなんだよな。だからいくつも勉強して覚えなきゃいけないんだよ。わかるかい？嫌な人がいた時、感謝してますって言って解決する人もいるんだよ。だけどそれを言って解決しないんだとしたら、これは私舐められてんだって。ビクビクおどおどするのやめようとか、次の手考えんだよ。またそれでダメならその次の手考えなきゃいけないんだよ。ともかく解決するまでやる。ともかくあなたが幸せになるまでやり続けなきゃダメなんだよ。それから仕事の問題もあれば、人間関係の問題もある。経済の問題もいろんなものがあるんだよ。それを一個一個クリアしていくんだよ。ね、だから一言教えをお願いします。一言で足りるんだったら本が1ページで足りるんだよ。
なんで本だって何冊も何冊も出さなきゃいけないのね。人生はなんで一日じゃないの？わかるかい？一言の教えで済むなら人は一日生まれりゃわかるんだよ。なんで人間って何十年もかかるの？で、なんで何十年もが何回も何回も生まれてくるの？ね。俺たちの魂の成長ってのは、いろんなことであっちぶつかりこっちぶつかりながら魂が成長するの。この中の階段にとって一歩なの。舐められちゃいけないんだよとか、人をバカにしちゃいけないんだよとか。わかったかい？そうするとまた次の展開が出てくるから、そしたらまた一歩また一歩、一生学び続けるの。で、人はあの世へ行くとまた向こうで学ぶの。で、向こうで学んだことを本当にここでは実験する場所なの。ね。だから、これを辛いと思うのか、こんなにまだまだ修行することがあるっていうことを楽しいと思うのか、そこの違いなんだよな。わかる人がいてくれることを信じて入れました。以上です。斉藤ひとり先生へのご質問です。いつも楽しくてためになるお話をありがとうございます。飽きない仕事、人間関係など、人生で成功するための笑顔力の磨き方、顔の艶の重要性、やる気の高め方、頑張る力の高め方についてお教えいただきたくお願いいたします。質問は以下の通りです。よろしくお願いいたします。1、笑顔力の磨き方について。斉藤ひとり先生はご著書の中で笑顔の開運力をご紹介されています。今の時代になぜ笑顔は大切なのでしょうか。また、なぜブスッとした顔をしていると運が下がり、上機嫌な笑顔を浮かべると運が上がるのでしょうか。笑顔にしてるとね、なんでいいんですかってよく聞かれるんだけど、誰でも笑顔が好きなんです。それと神様も笑顔が好きなんです。だから笑顔にしてると絶対得だからやってみた方がいいですよ。以上です。笑顔の具体的な効果とコツについてのご質問です。仕事の場での笑顔の効果と笑顔のコツを教えていただけますと幸いです。職場の仲間やお客様、取引先の方と楽しい関係を作って幸せに成功したいです。笑顔ってね、やってみると人間関係が本当にスムーズにいくしね、意外とみんないい人なんだよね。だけど、誰かが最初に笑わないとね、門が開かないようなもんで、やってみるといろんなところに効果が出ると思いますよ。以上です。お金についても笑顔を浮かべているとお金に好かれるでしょうか。コツはありますでしょうか。お金っていうのはね、お金だけが歩いてるってことはないんだよね。いくらお足っつったって足が生えてるわけじゃないからね。みんな人間が持ってくるんだよね。どうせもしあなただって、笑顔の素敵なお店があったらまた行こうと思うじゃない。人間ってね、笑顔が好きなんだよね。だから自然と笑う角には福来たるっつってね、笑ってるといいことがいっぱいあるよね。以上です。夫婦の間での笑顔の大切さとコツについてお聞かせいただければ幸いです。そばにいる人にほど笑顔って必要なんだよね。だから頑張って笑ってみるといいよね。みんななかなかね、そばにいる人ほど忘れがちなんだけど、それはもう誰でもそうだよ。だけどそのことに挑戦してみるといいね。笑顔からまた何かが生まれるかわからないね。以上です。親子の間での笑顔の大切さとコツについてお聞かせいただければ幸いです。親が笑顔でいると子供は幸せだしね。子供が笑顔でいれば親が幸せだしね。家族が笑顔だったら隣近所がみんな幸せだしね。いいことってどんどん波及していくもんだからね。一番最初に笑うのがあなただったら最高ですね。以上です。笑顔を浮かべると健康になるし美人になれると聞いたことがありますが、なれますでしょうか。コツはありますでしょうか。なれるな。どんな美人でも笑顔だったらもっと綺麗だしね。顔立ちって好みがあるけど笑顔が嫌いな人はいないもんね。怒ってる顔が好きだっていう人も見たことないから、笑顔って万人が好きなんだと思いますよ。以上です。
斉藤ひとり先生おすすめの笑顔の練習法があればお教えください。自然でチャーミングな笑顔になりたいです。鏡見てやるしかないんじゃないかな。私自体はやったことないんだけど、もう笑うのが癖になっちゃってっからね。初めて笑顔にする人って、まずは練習してみることだと思うよ。結構楽しい練習になると思いますからやってみてください。以上です。人生でとても辛くて悲しくて笑顔を浮かべるのが難しい時にはどうすればいいでしょうか。お教えいただければ幸いです。そういう時は無理に笑う必要ないと思うんだよね。悲しい時は泣けばいいしね。そんな時まで笑うことないけど、そんなのって100日に1日ぐらいしかないからね。残りの99日いつも素敵な笑顔でいたらきっとなんかいいことあるよ。やってごらん。以上です。夫婦喧嘩で怒りが出て笑顔を忘れてしまった時にはどうすればいいかお教えください。喧嘩の最中には笑えないもんな。だからその前から笑顔にしてたらそこまでいかないで済むってこともあるからな。喧嘩になる前に笑顔だったら喧嘩にならずに済むと思うよ。だから喧嘩してから笑顔を考えるより喧嘩になる前に笑顔でいた方がいいね。以上です。嫌いな人の前でなかなかいい笑顔になれず笑顔が引きつる人にアドバイスがありましたらお教えください。引きつっても笑顔にしてるあんた偉いと思うよ。もう少し続けてごらん。そしたら悟りの境地になってね、ニコッと笑えるようになると思うから。でもあなたの努力はすごいです。ありがとう。良くない笑顔はありますでしょうか。例えば諦めの笑いとか冷ややかな笑いとか。笑顔ってお互いが楽しくなるのが笑顔だよな。だからしややかな笑いとか人を小馬鹿にしたような笑いって絶対いけないな。うすら笑いとかしちゃいけない。神様でもさ、仏様でもさ、微笑んでるじゃん。あれに近づいた笑いがいいね。以上です。人に自己重要感を与える人は成功するとご著書で読み、なるほどと感動しました。人に自己重要感を与えることと人に微笑みかけることには関連性があるのでしょうか。お考えをお聞かせいただければ幸いです。私はあると思ってるね。相手見てさ、ニコッと微笑むと、私はあなたが好きですよとか、私はあなたに、危害を加えようとしてませんよとか、こちらが心を開けばあちらも開くからね。お互い心を開く、なんていうのかな、合図が笑顔じゃないかと思うね。だから、まずあなたが笑顔になってみることだと思います。以上です。なぜ動物の中でも人間は笑顔を浮かべることができるのでしょうか。お考えをお聞かせいただければ幸いです。これはね、神様が人間にだけ自由意志っていうのを与えてるんだよね。だから笑うこともできるし、泣くこともできるし、怒ることもできるんだけど、その中で世間も神様も一番好きなのはやっぱし笑顔だよね。人がこうつられてね、ニコッとしちゃうような笑顔って理想だと思います。以上です。斉藤ひとり先生にお目にかかるといつも素敵な笑顔で、しかも私たちを笑顔にしてくれます。銀座マルカンさんの皆さんも素敵な笑顔をしていらっしゃいます。どのようにしたら私たちも出会う人や周囲の人、大切な人を幸せな笑顔にできますでしょうか。きっと人間好きなんだと思うよね。人間が好きで自分が好きで、なんかそんなことしてると好きなもんがいっぱい集まってくると思わずこうニコッとしちゃうんだよね。だから人間好きになるっていいことだと思うよ。もちろん自分も含めてね、みんな人間大好きになったら最高だと思います。以上です。2、顔のツヤの重要性について。ご著書で顔のツヤの重要性を知りました。確かに活躍している人は皆さんツヤツヤです。なぜ顔のツヤが幸せに成功するために欠かせないものなのかお聞かせいただければ幸いです。これはね、多分みんながそういうのを好きだし、成功するとツヤが出るしね、ツヤを出してると成功するし、これは多分神様が決めたんだと思うよ。だからそういうことが起きるんだと思うのね。で、なぜ神様がそういうふうに決めたかっていうと、きっとツヤのある顔が神様が好きなんだね。
はい、以上です。顔に素敵なツヤを出すおすすめの方法を教えていただければ幸いです。私は顔のツヤは一番重要だと思ってるから、うちの場合はゴッドハートマッサージクリームっていうのを勧めてるんだよね。で、私もそれが最高だと思ってるんだけど、よその会社がどんなの出してるか実はよく知らないんだよね。だから自分でこれがいいんじゃないかなっていうのを探してね、自分にぴったりのツヤを出してください。以上です。ツヤを出すために顔にクリームを塗ったりする場合には心がけると良い点はありますでしょうか？これはね、面白いんだけど、幸せな人って教えるとね、すぐやるんだよね。で、より幸せになっちゃうの。で、いいツヤだねっつってまたそれを落とさないようにするんだけど、不幸な人ってね、教えてあげてもやりたがらないんだよね。それでね、最高のツヤになったなっつっても、次の日からまたね、そのクリーム持っててもよ。持っててもつけたがらないの。あれ不思議なんだけどね。だからそういう人はね、ちょっとツヤツヤすぎるかなぐらいにしないとダメだよ。特に不幸の人はね。何かを変えないで、現状が変わるってことないからね。自分がまず何かを変えてみること。私は人相を変えるのが一番いいことだと思ってるんだけどね。何でもいいから変えてごらん。人が見ていいなと思うことにちょっと変えて挑戦してみるといいと思うよ。はい、以上です。3、やる気の高め方、頑張る力の高め方について。斉藤ひとり先生がご著書などで頑張ることを頑固に貼る、頑張るではなく顔が晴れる頑張るとお書きになっていらっしゃるのが大好きです。なぜ顔が晴れるというように書くのか、その頑張るとはどのような状態なのかお教えいただければ幸いです。これはこういう意味なんだよね。みんな頑張ってるんだよねって。だけど苦労話とかね、もうみんな分かってんだよ。大変な思いしたことは。それから顔に黒を出してると黒に負けてるように見えるんだよね。苦労話聞きたいって人いるけど、あんまり苦労話聞きたがる人っていないよね。それより俺の人生楽しかったよって言ってほしいよね。だから大変なこともあるだろうけど、苦労に負けない顔してたほしい。だから晴れ晴れとして頑張ってほしいっていう私の理想だし、世間の理想だし、神様の希望だね。それを言ってんです。以上です。艶のある笑顔で頑張ることの効果と頑張るコツをお教えいただければ幸いです。これはやってみるとね、いろんなところに効果が出るからね、それを楽しみにやるってのがコツじゃないかな。はい、以上です。頑張るにはやる気も必要と思うのですが、胸の奥や腹の底から湧き出てくるようなやる気を出すコツはありますでしょうか？それはね、人間ってね、自分のためだけだとね、頑張れないんだよね。これが自分のやってることが世間の役に立つとかね、周りの人の役に立つとか、そういう気持ちになるとね、自然と力って湧いてくるよ。自分のこと以外、例えば家族でもいいしね、白く人の役に立つんだっていう目的を持ってやるとね、ふつふつと力って湧いてくるもんですよ。以上です。働くのは大好きですが、たまにめげてしまって頑張るのが辛い時にすぐ気合が入ってまた頑張れる方法はありますでしょうか？これもそうなんだけどね、これは自分以外の人のために役に立ってんだとかね、会社の役に立ってんだとか、同僚の役に立ってんだとか、社会の役に立ってんだとかって、そういう気持ちになるとこうやる気って出てくるよね。はい、以上です。頑張っているけどなかなか仕事で成果が上がらない場合は、頑張る方法や頑張る方向性が間違っているのでしょうか？どのようにすればよいかヒントをいただければ幸いです。これもさっきも言ってるけどね、これは本当に社会の役に立ってんのかなとかね、会社の役に立ってんのかなとか、同僚の役に立ってんだろうかとか、そういうふうに周りが良くなることって考えるとうまくいくもんだからやってみな。人間いつもね、働きながらでも奉仕の気持ちを忘れないようにするとうまくいくもんだよ。はい、以上です。
リーダーや経営者が周囲の人の頑張る力、魅力を引き出したいときにおすすめの方法があればお教えいただければ幸いです。これはね、自分の中にも神がいる、相手の人にも神がいる、お互いの中に神がいるんだって見たとき、なんつうのかな、よく私が自分を愛して他人を愛しますっていう話をするんだけど、自分を愛するってどういうことですかって、自分の中に神がいることがわかる、相手の中に神がいることがわかる、そうしたらお互い魅力のある人間なんだ。で、なんていうのかな、魅力がない人間なんだと思うと何やってもうまくいかないんだよね。もともと俺たちの中には分け御霊という神がいるんだっていう、そういうつもりでやると、相手に接するといいとこって見えてくるから、魅力って引き出せると思うんだよね。なんか分かりづらい話で申し訳ないんだけど、そういうことです。以上です。ご質問は以上です。心より感謝申し上げます。